水中作業を頼む場合、フォンテーヌ随一の潜水士フレミネの名を誰かしら挙げるだろう。だがあいにくこの専門家はあまり顔を見せない。彼をよく知る者はこう言うはずだ。あの子はきっと海にいるよと。ただ深海で彼を見つけられるのならわざわざ潜水士を雇う必要などないだろう。僕に命令して。常に自信に欠けるフレミネだが、本人が思っているよりも任務の遂行力は高い。仲間のペールスと一緒ならば手中の剣を振るい、難敵から心の家を守ることができる。神の目を得る前から年若いフレミネは経験豊富な潜水士であった。彼がチームにいる時、チーム内の自信キャラクターの水中スタミナ消費が減少し、水中探索の効率が上がる。通常攻撃では最大4段の連続攻撃を行い物理ダメージを与える。銃撃時持続的にスタミナを消費し、体剣を振り回して周囲の敵を攻撃する。銃撃終了時より強力な一撃を放つ。元素スキルでは切り上げ攻撃で氷ダメージを与え、一定時間継続するペールスタイマー状態に入る。この状態で通常攻撃を行うとペールスタイマーの圧力ランクが上昇し、相関を放って氷ダメージを与える。なおこれは元素スキルダメージとみなされる。またペールスタイマー状態時、元素スキルは高圧粉砕に変わる。高圧粉砕は圧力ランクに応じて攻撃が変化し、発動後はペールスタイマー状態を解除する。ランク0の時、高圧粉砕の縦切りで氷ダメージを与える。ランク1から3の時、高圧粉砕の縦切りを放ち、ペールスとの共同攻撃で氷ダメージと物理ダメージを与える。このダメージは圧力ランクにより変化する。圧力ランク4では圧力に満ちたペールスの力を借り物理ダメージを与える。また圧力ランク4の時、通常攻撃も高圧粉砕となる。一定間隔ごとに切り上げ攻撃の発動後に霊速のトゲが生成され、プネウマを帯びた氷ダメージを与える。相当開始。元素爆発では触れることのできない寒気を放ち氷範囲ダメージを与える。かつプレッシャーフローのクールタイムがリセットされ、一定時間継続する占領モードに入る。この状態では中断耐性がアップし、元素スキルのクールタイムが短縮される。またペールスタイマー状態で通常攻撃を行うと相関の余ダメージがアップし、追加でペールスタイマーの圧力ランクを一つアップさせる。この効果はフレミネ退場時に解除される。添付飽和潜水解放後、プレッシャーフロー高圧粉砕の発動時に圧力ランクが4未満だとプレッシャーフローのクールタイムが短縮される。得意な機械を戦闘に取り入れた結果、彼の任務達成率は日々増していった。添付併流式冷却装置解放後、フレミネが氷砕き反応を起こすとプレッシャーフロー高圧粉砕の余ダメージが一定時間アップする。フレミネにとって戦闘はマシナリーの操作と同じだ。原理を知りコマンドを与えれば戦場の難題をクリアできる。戦闘中フレミネは臨機応変に戦い方を変える。仲間のペールスの協力を得ながらペールスタイマーの圧力ランクに基づいて高圧粉砕を放ち、敵に有効な打撃を与えることが可能だ。元素エネルギーが溜まったら占領モードに入るという。元素スキルのクールタイムが短縮され、ペールスタイマーの蓄積効率が上がる。攻撃能力がアップし、確実に任務を達成できるだろう。思考を持つ限り
命令に従うのは難しいことだとよくわかる。それを理解しているからこそフレミネも極力感情を封じ、マシナリーのように任務を行って何も考えず深海に潜るのだろう。だが彼は知能のない機械ではない。常に人や物事が彼を海から引き上げる。そしていつか気づくはずだ。命令は銀のトレイに盛られた地層ではなく、成長を阻む氷の牢獄だと。